はい、内山光一のザ・ゴトチャンネル。はい、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。熊本もね、すっごく暑い暑いと昼間言ってるんですけどね、うん。やはり朝夕ね、何か知らんけども、少しね、温度が下がってます。あ、そうですか。うん、なんとなくね、朝からご飯食べるときにクーラーいらない。おー。少しヒヤッとした風が入ってくる。ちょっと涼しくなってきた。うん、でも昼間はものすごく暑いんですけどね、もうお願いだからね、もういいっていう感じの暑さがありますね。ありますよね、まうだ昼間んはね。ね、うん、でもね、朝夕、本当にね、ちょっとヒヤッとしますね。そうなんですね。うん、えー、あの、そんな感じしますね。通常だったら多分十分暑いんだろうけれども、うん、うん、昼間があまりにも暑すぎるので、うん。その温度でもちょっと涼しさを感じるっていう、体が慣れたのかもしれませんね。ね、暑さにね。うん、実はね、一日だけセミがなかった日があったんですよ。はいはい。ううん、ん。そこからですね、そこから温度が下がった感じします。そうなんだ。うん、今もね、セミね、すごく少ない。数うん。が少なくなってますね。うーん。うん、いやー、虫とかそういう動物は温度とか敏感でしょうからね。そうですね。うん。それにね、やはり私もだいぶ木を切りましたんでね、庭の木を。だから、セミも少なくなったんでしょうね。なるほど。うん。うん、まあいろんなことがあるんでしょうね。うん。はい、それでは、今ね、こちらの方にどなたか来ておられますので、お話を聞いてみたいと思います。そうなんですか。はい、うん。いつもね、こうやってね、エレナさんとこのズームで会ったら誰か来られます。もう何も言わなくても、何も言わなくても来ておられます。そうですか。いろんな人がね、で、いろんな人が来ておられるけど、その中で強い方っていうか、まあ、どうしてもお話したい方が、こう、ぐんって来られますね。うーうん。ん。そうなんではい。すね。じゃあやってみたいと思います。はい。はい。いつものように、はい。主への感謝の思いをベースに準備をお願いします。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは私の左上に来ておられる方、はい。おいただきましてありがとうございます。エレナさんの方にお会いいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。お願いします。まだ少し残っております。スーッと入っていただければ助かります。うん。はい。おいうん。ただきましてありがとうございます。うん。はい。はい。恐れ入ります。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。うん。私は桃太郎です。桃太郎様。はい。はい。おいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい。それでは恐れ入りますけども、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。まあ、まあ、多くの皆様にはよく、知っていただいている桃太郎です。鬼ヶ島に鬼退治に行ったその桃太郎です。その時に私は馬に乗っていました。おお、馬に乗って出かけて行ったんです。家来についてきた者たちは、あ童話の中では猿とかキジとか犬とか動物として描かれていますけれど、実際には人間でした。そして鬼退治の相手であるところの鬼は、いわゆる鬼族と言われる
者たちでした。悪さをするので、彼らを懲らしめてやろうということで行きました。彼らにとってみれば、我々の方が鬼に見えたかもしれません。しかし、やはり、時折、人間の住んでいるところに出てきて、悪さをする、何かを盗んでいく、などということがよくあったので、それは許すことができないと思って行きました。すごく大きな体をしていて、そして力も強い。なので、長い間、奴らをやっつけることはできなかったのです。怖いので、戦いを挑む者がいなかった。そうするうちに、どんどん彼らの悪行が目に余るようになって、本当に村や町に被害が出るようになってしまった。それを許すことはできない。そういうことで、私は鬼退治に出かけたんです。勇気を出していきました。鬼ヶ島というところがありますが、彼らが本拠地としていたのは島ではなく山の中でした。山の上の方に行けば彼らの里がある。そんなところに住んでいました。だから歩いていくけれど随分と距離もあり、私は途中まで馬に乗って行きました。そして、いよいよ彼らの住む山里に到着をし、戦いを挑みました。大きな鬼が出てきて、いかにも握りつぶされそうなくらい、自分の体より大きくて、がっしりしている者たちでした。大きな角が生えているというわけではなかったけれど、何かそのように見える形相をしていました。髪の毛が逆立っていたのか、実際に角が生えていたのか、よくわかりません。しかし、見た目は人間とさほど大きく変わりはしない。ただ、体はしっかりとがっしり大きかったです。彼らは私を見るや否や、怪げな顔をしていました。私が何をしに来たのか、すぐに察知したようでした。それは日頃から行っている悪行を自分で分かっていたからでしょう。いつ何時、誰がやってきてもいいように、彼らもいろいろと準備をしているようでした。自分たちの里を守るために、いろいろな道具を用意していました。だが私も
共に連れて行った家来たちを上手に動かして彼らと戦いました。もし私が勝ったら、二度と我らのところへ現れて悪行を働いてはならないということを言いました。彼らは鼻先で笑っていました。そんなことできるわけがないだろうがというようなことを言っていました。しかし、約束だぞということを言うと、分かった。お前が本当に勝つなら、もう二度と町へは出ていかないと約束をしたのです。そうして私は思いっきり日頃鍛えている自分の剣をここで振るうことになりました。彼らは大きな棒を振り回しました。とても人間の手では持って振り回すことができないような大きな鉄の棒です。それを振り回して私に向かってきたのです。しかし、動きが緩慢だったため、私の方が早かった。その鬼の隙をついて、私は人たち浴びせました。驚いたような顔をして、顔面を押さえ、後ろに下がりました。後ずさりしながら、顔を押さえた手の指から真っ赤な血が流れました。恐ろしい顔をしながらも怯えたような表情になって、彼は戦意を失いました。私は、どうだ、これでもまだ悪さをするかと言ったところ、いや、もうしないと。約束は守ると言いました。そのようなことがあって、めでたく私たちは無事にこの山を降りることができたんです。鬼に傷を負わせて帰ってくる途中で、私もふと考えました。あの鬼たちは、彼らは彼らで、鬼族としての正義があったのだろう。厳しい環境の中で生きていくための方法を一生懸命に探っていたのだろう。それが高じて町の中に出てきて悪さをするようなことになったに違いない。そう思ったときに、かわいそうにさえ思いました。しかし、町の人々を守るために、私は一度は立ち向かわねばならなかった。そう思ったのです。
これでよかった。人たち浴びせることで、鬼たちはもうこちらの町の方へは降りてこないとするなら、それでよかったと思いました。どのような人にもその人なりの正義があると私は思ったのです。なので、それから以後は戦いでもって物事を解決するということはできる限りやめようと思いました。私の共についてきた家来たちも本当は怖かったに違いないのです。自分の体よりもはるかに大きい鬼がこちらに向かってきたときには一瞬ひるみました。そして怖いという思いが私とてあったのです。だからもうその時限りで鬼との戦いはなくなった。そのことを私はとても良かったと思っています。これは物語となって残っているので、そこまでの話で終わっていますが、後々も人々は平和に暮らしながらも、その中に学びを得て、山のふもとに祠を建てたり、道の途中にお地蔵様を置いたり、さまざまなことがなされました。長い歴史の中で、そのような出来事があり、やがて物語となって伝わっていく。その縁を感じている私です。どうかその時の人のことを思いやる慈悲の心というものを知っていただきたいと思います。互いに理解し合い、慈しみ合うことの大切さ、それを伝えておきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、ちょうどね、今、私の身に降りかかっているような感じがしますね。この戦いっていうよりもね、できれば本当は、しっかりとね、お互いのことを理解しながらやっていきたいなというふうに思うんですけども、話し合いの場がね、なんとかしてできればというふうに思っています。まあ、なかなかその場所を提供していないというんであれば、少しその場所を作るか、または、少し力を加えるかしかないのかなというふうに思ってますけども、今言われたように、とってもその立場立場で一生懸命やっておられることは間違いなく分かってますし、それから発展というところで、なんとかこの、維持したい、そして、守っていきたいという、気持ちはよく伝わってきます。その中で、これからどうやってやっていくかというところだと思いますけども、今のその調和する心、相手を思いやる心っていうのを忘れずにやっていきたいと思います。
本日は誠に、本当にタイムリーなお言葉いただきまして、誠にありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、エレナさん、はい、まさに今の状況ですね。そうですね。なんか、うん、語っているうちにだんだんそんな感じだなとです。私も思いました。はいですね。まあ、レプタリアンというね、まあ、大きな組織に、ね、まあ、大きなっていうね、に立ち向かってるっていう感じですね。うん、うん、そうですよ。ねどんどんね、ぐわっとこう圧力かけてくるってね、日本中の方たちにメールを流すとかね、いうような感じでね、数の力、その団体の力でね、なんとか私を押し潰そうというふうにね、やっておられるみたいなんですけども、まあ、教団の運営というところでね、一生懸命頑張っておられるのは分かりますけども、はい。一回ね、頭を冷やして、私もね、ゆっくりね、本当は話したいんですよね。理うん、事の中には私のことを知ってる方もおられますしね。はい。とっても、残念に思ってます。こんなにね、弾圧をかけて、圧力をかけて、うこれでん、もか、これでもかと、そして自分の姿を見せずに、うん、そして全国の会員さんにね、広げると。ここに同じ文書館で同じやつをコピーしてみんなに回そうかなと思ったんですけども、うん、まあメールが回ってればいいかなと思いましてね。回ってますよ。同じ文章であればね、見たらわかると思います。みんなね、普通の人だったら見たらわかると思います。まあ、洗脳うん、したらわからないかもしれませんけどね、洗脳されてたらね。なんとかね、お互いのことをね、私はとにかく法を曲げたくないという一言ですね。これをね、きちっとやっていただきたいというふうに思ってます。運営側も大変でしょうけども、また違う運営の仕方もあるんじゃないかなと。そしうん、て、補佐がおられるわけですから、補佐を表に出して、隠さずに自分たちで囲ってね、自分たちで陰性を引いてね、自分たちの好きなようにしないで、ちゃんとうん、補佐を出して、で、やっていくべきもんではないんですかね、今の状態では。ね。ましてや理事の方たちがトップになっているということ自体、誰がそんなの許しました？主はそんなこと許してませんよ。許されてません。うん、はい。ね。うん。あなたたちよりも、ね、後継者として保留とされた人の方がもっと順番的には先ですね。保留はされたものの、一辺は後継者とされたわけですからね。ましてや今現在、補佐がおられるわけですから、総裁補佐がおられるわけですから、そこをね、きちっと立てるべき。うん、自分たちで陰性を引いてね、自分たちの好きなように顔を見せずに、ね、そしていつの間にか自分たちがトップになってといううん、形ではないんじゃないかなというふうに思います。そうです。ね、もうこれで最後にしたいんですが、もう一つ言いますね。もうずーっと前から主の言うことを聞かずに、先生が何度言われても言うことを聞かずに、自分たちの思うようにやってきたんではないですか。先生は何度言われました。全国の会員さん、知っておられるでしょうん、う。この教団の理事の方たちが、レプタリアンを中心とする理事の方たちが、主の指示に従わなかったことは皆さんご存知でしょう。霊言でもだいぶ言われました。ご法話の中でも言われました。ちゃんと主のお言葉を聞いている方だったらみんな知ってるはずです。うん、ひょっとしたら隠してるかもしれませんね。自分の心の中にね。うん。まあ、そんなところですね。そこはね、もう、はっきりね、みんな知ってるわけだから表に出してください。その者たちが今やってることなんですよ。一生懸命運営するっていう意味では、頑張っておられて大きくされました。しかし、トップに立つ人たちではないです。うん、立ったらこのありさまですね。ね。主はそんなことはね、許されてないです。総裁補佐がおられます。はい。うん、私はっていうか一般的にそうですよね。隠れてこそこそそれをね、理事さん、理事長さん、うん、村田さん、もういい加減にしなさい。うん、と私は言いたいです。本当はね、共にね、力を合わせてね、やっていきたいんですよ。うん、残念です。うん、はい、すいません。またどうしてもこういう話になりますね。
まあやっぱりね、そこにとらわれてるんじゃありませんか。だから、でもこの話はそういう話でしょ、この桃太郎さんの話は。聞こえちゃったですね、よね。ね。なんかうん、どもう私に話せ話せって言わんばかりにうしてもつながるんですね。来られますね。だからうん、今、店長会は逆を言えば、一生懸命やっぱし、なんとかしたいと思っておられるんですよ。はい。このね、レプタリアンの組織の、レプタリアンで牛耳られた組織をなんとかしたいというふうに思っておられるんですよ。全国のね、会員さん、まあ私を批判するのもいいですけども、もう少し、その今までのね、先生のお言葉を聞いて、もう少し、なんて言いますかね、自分で考えていただきたい。自分で判断していただきたい。うん、肩書き進行しないようにしてください。そうですね。ね、はい。よろしくお願いします。お願いしまはい。す。今です。今改革しなければ、もう後はないかもしれません。本当に主は帰ってこられる予定です。でも、会員の皆さんがいつまでも復活の祈りをしてたら、うん、帰るに帰れないというふうに思っておられます。はい。悲しいです。うん、はい。よろしくお願いします。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。